っと細かいところの紹介しとこうかな。はい、お願いします。山田さんがどっか走り行ってパーキングとかで「これ何のパーツですか?」って言われた時答えられるよね。高さん、ここなんですよ。電話して聞くわけにいかない。前も説明しましたけど、パンヘッドの純正フレームですね。ウィッシュボーンフレームです。これがこうウィッシュボーンって言って広がってます。ここですね。そうです。こんな感じ。ウィッシュボーンフレーム。例えばこのサイドカーループがこのまま残ってたりとか、ここのその純正の番号が残ってたりとか、これがついてるだけでも珍しいような状態だけど、そこにまたオールドペイントが入ってバード、隠れバード、そう隠れバードがある。でネックはすっごく寝てたフレームだったから、これはもう全部修正しました。でも全然ね、色もすごいクオリティだよね。いまだに A グループだとパンヘッドの純正フレームにショベルを乗せるプロジェクトっていまだに作ってるけど、多分うちでしか組めない。もうフレームも手に入らないし、直すのも大変だし、はっきり言ってすっごい高いから、そこをわざわざ手出して組めるとこないと思うね。これもすごい歪んでたんですよね、最初。そう、中のレーザーのこういうそういうことを段取りもまた経て、ペイントも修正したりとか、やっぱすごく手間かかるんだけど、俺たちはあえてそういう道を選んでこう一台一台丁寧に組んでるっていう感じかな。ね、そうで、そこにさっきも話したベースのバイクは FLH だったんだけど、使ったのはもうエンジンとミッションだけのためにあれ1台を買って、でしかもエンジンもマッチングケースっていって、その工場出荷のままの左右のケースで、ヘッドからシリンダーから全部あれの純正のもの、やっぱいいベースを選ぶっていうのはね、大事なんだね。そうですね。これも巡り合わせでしたからね。そう、あの時にあったものっていう、ハーレー純正のスポーツスターのタンクなんだけど、それのオールドペイント、細かいとこなんだけど、ガスキャップ、ちょっと味のあるガスキャップ、これもすごいピカピカのよりはこのバイクに合うかな。いや、合いますね。ハンドルのライザー、ただこんなサビもさ、本当に外にほっぽってない限りバイクを出ないからね。サバイブしてきた証拠ですね。ちょっとしたミラーだけど味のあるもの。実際アメリカで探しても高いわけ、今こういうものがサビがあるもの、クラスティってよく言うんだけど、あっちでもだから価値があるものなんですね。こういうエイジングされてる雰囲気っていうのは。でこれはね、純正のハーレー純正の70年代の73年からのスロットルなんだけど、ちょっとキャラクターがあって面白いから、でエンジンも72年で、73年からのものだけど、マッチするよね。あとはこのフォークも、インナーチューブは伸ばしてるんだけど、ここら辺はその60年代から72年までの、ハーレーのフロント周りのドラムブレーキ、これよくハンバーガードラムなんだけど、それに21時はね組み直しました、これは。でフロントフォークはよくナローフォークって言うんだけど、33.4 っていうサイズのものなんだけど、フォークの太さが 33.4 で、フォークブツもちょっとつけて、これがあるとね、こう視覚的に長くこう見えたり、なるほどな。当時のチョッパーもよくついてて、これも結構分かれますもんね。ついてる人とそうじゃないの。古いこのナローフォークの場合はオイルのシールがないから全部オイルが出ちゃうんだよね。それのためのスポーツスターの場合は蓋でもあるんだけど、チョッパーよくついてるんだけど、昔のね。ちょっとしたこのヘッドライトのステーもさ、こういうものを選んで、ボルトもそう、見てください、これ大変なんですよ、探すの。しかも使えなきゃいけないわけですからね。あとはね、このヘッドライトが KD ライトって言うんだけど、ベイツのデカールが残ってるものが珍しい。ここに KD ライトで番号が入ってたりします。なんかこういうボルトもさ、使えるものはちょっと古いものを合わせた方が、ただ危ないものは USA って書いてある。ボルトも見るとさ、このシェイプが面白いでしょ、この落ち方かっこよくないこれ。確かに。これはまた年代違うんだろうけどね、マニアックな世界ですけどね。確かに。そう、でもね、危ないボルトはもちろん使わない。もう折れちゃいそうなやつは絶対使わない。一番力かかると思うから。
ここ一番近くかも。そう、あとはですね、マフラーは山田さんが選んだ、こんだけ綺麗であれば割と例えば90年代とかのパーツかもしれないね。これはだから多分こっから味が出てきたんですよね。あえてこの溶接とかも残してあるけど、あとブレーキペダルがあってミッドステップがあって、これは純正だとここにフットボードっていって板がつくんだけど、ボードがそこからステーを利用してずれないようにこうやってマッチをつけて力かかるとこだからさ、かなり頑丈。これね、昔のニューオールドストックの新品で残ってたチェリーっていうペグなんだけど、これもなんかすごいよな、色がホワイトシルバーみたいな。これも70年代80年代のスクエアのもので、珍しいですね。かわいいよ。これもこの内側までクロームかかっててまた錆びてる感じ。あんまりこういうのも探しても出ないね。油圧系もいいね、トラックスペシャリティーズ。これ90年代とかその以降のものだけど、油圧が吹かすとメーターが動くようになってるから、これもね割とポイントは高いですね。例えばメインのこういうテーマとなるタンクとかフレームがあったとしたら、やっぱどこにフォーカスを当ててさ、デザインしていくかって何でもあるじゃないですか。全部が全部こう目立っちゃうの足し引きがありますよね。そう、その中でちょっとしたこういうパーツがやっぱスパイスを効かせてくれるんだよね。確かに純正のキックペダル、ロゴの入ったかっこいいよな。ハーレーダビッドソン。そう、シートもね古いものですね。ビニールのシートなんだけど70年代80年代、こっちはデッドストックだと思うね。そうなんだ、綺麗だなと思います。でマフラーも長もんだからどうしてもこれ緩みやすいと思う。こんだけごっついステー作って今こういう状態だけど、たまにやっぱり長もんだから見てやったらいいね、緩み。そう、長ものは必ず負担がこうかかるから。ただこんだけこうもうがっつりつけてるから長いほど揺れるってことですね。あとはこの山田さんが選んだガラスノブこれも俺の憧れだったなんかいいよね、こういうものの中にちょっとなんか少し上品なようなね、家のドアノブみたいなの使ってるっていう感じ。その当時のドアノブだからね。光が当たるとまたクリスタルの感じがすごく光になるし。でスーサイドペダルは必ずこのヒールの足置きを作ってるから、これだとすごくコントロールしやすい。ベーシックなところで一回こういう構成で仕上げたから、例えば山田さんの方でこれちょっと足したいなとかこれからあれば、もちろん小物足してみたりさ、もっとこだわろうと思えばいくらでもこだわれるから。そうですね。そうなんかでもこう足すものじゃない感みたいなのも感じるんだよななんかブルーグループの車両ってもう完成してるって芸術としてなんかね、これどうだみたいなさ、すんごいパーツつけるわけじゃないし、すごく光ってるさカスタムショーに並ぶようなものは作らないんだけど、そのものと歴史を尊重してそうですねっていうスタイル、雰囲気とかオーラでまとまってる感がある。なんかどのバイクもね、転がってたようなさパーツが合わさってね、また走り出すんだから、夢が詰まってると俺は思うけどね。では、スーサイドクラッチとジョッキシフトの練習をうちのこの店の前でちょっと行います。で基本的な動きの説明ですけど、まずはこっち側のクラッチです。このヒールを支点に踏んでみてください。そうです、その動きです。ここまで行くんだ。そうで踏み込むとこれでクラッチが切れて、でそこから車と同じでゆっくりつないで、ここら辺からつながっていくから、でここの動きをゆっくり、とにかくゆっくり操作すれば問題ないです。それとアクセルを同時に。そうですね。山田さんマニュアルの車運転したことありましたっけ？いや久しくしてないですね。でも免許は持ってるんですよ。じゃあ同じ構想です。でもうしょうがないですけど、
みんなこうやってここはベルトに当たります。はい。なのでブーツがボロくなる。そうです。だから気にするようだったらちょっとポジション考えて、全然大丈夫です。だからここに足をステップを乗っけて、はい、その動きスライドしてって、そうです。ギアなんだけど、はい、今これニュートラルの位置で、はい、後ろで1足です。でニュートラルがあって2、3、4は全部前です。そうそんな感じ。というのが基本です。であとは、簡単なのは、この状態で片足発進するときはもう右足しかつかないじゃないですか。で左足はスーサイドペダルに今みたいに乗っけてみてください。そうするとこの90度中心があって、ここから少しでもこっち傾いちゃうとそうなっちゃうんだよね。怖いですね。だから波乗りとかさ、スノボとかおそらくそういうバランス取るものと同じ感覚、自転車も同じだけど、だから大げさに言うと90度より右足にちょっと傾けとけば倒れないじゃないですか。それが一つポイントだね。よくそれでみんなこう傾いちゃっておっとっとって言って足離しちゃってロケットスタート。こっちを離しちゃう。そうね。だからそのバランスで乗っていく感じだね、なんか。じゃあ実際にここで一足入れてクラッチつなぐぐらいしかできないんだけど、ベルト手挟んじゃう人とかいるから、出す時も気をつけて。これ当たったらまずいです。だからこっち足乗っけてみてください。そうするとよく足でこれをシフトしちゃうから、うちの方で1インチぐらいカットして短くしてる。そんな感じ。今クラッチのセッティングで踏み込んでください。そうすると完全に切れてる。タイヤの跡。フラットマーク。タイヤの跡。フラットマーク。でもつながる感覚のあたりはいいんじゃないですか。見てブラックマーク。ロケットスタート。やばい、刻んじゃった。グループに。いや最初焦ったけど、あれぐらいでああなるんだみたいなのはなんか。今のこの足ついちゃった。そう。でもそうやってこっちになっちゃったからな。そうやって練習してた方がいい。なるほど。そう。やっぱビューンっていうのとエンストも一応経験したのはいいかもって思ったいや怖いんだけどね、どっか走りに行った時とかで車後ろから来てますみたいな時だと余計多分焦っちゃうんだろうから、なるほどっていう感じ。でもね、ちゃんと怖いわこういうね、いろいろこうだから落ち着いて乗ることがやっぱ大事だろうな。
じわ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 。やっぱねこの前があるっていうのがやっぱあるね。絶対に突っ込んじゃいけない場所だけど。もちろんこのブレーキとね、これがあればこうなんだけど、グンっていう。皆さんこれがリアルです。バッチリじゃないですか。本当ですか。ウインカーが出せなくてちょっとごめんなさいみたいな感じでやっちゃった。いやなんかもうスピードだけどやっぱりそのリジットを感じた。もうボーンっていう感じはやっぱあるし、乗ってて迫力があるっていうアトラクションに乗ってるみたいな、もう本当にめっちゃ楽しいわ。うまくいったじゃないですか。あ、本当ですか。ね、うまくやれてました。で無理やり行動デビューさせたけど、いやそうですね。だからスパルトだから大丈夫。だっていつかは出なきゃいけないんだからね。それが早いか遅いか。そうそうそう。その推しやっぱ大事ですよね。そうじゃないといつまでたってもね。そうそうそう。でもあれぐらい乗れてれば大丈夫ですよ。容量分かって。そうですね。そう。でもこれを乗りこなせるようになったら相当気持ちいいんだろうなみたいな。扱えるようになったら。まだまだね、道は長いですよ。高田さんありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。いやもう興奮しました。でもなんかもっともう意味わかんないことになるかなと思った。運転とかは思いのほかはできたかも。あんなだけどね。まあでもさ、本当にいくら言葉で説明したってもう慣れるしかないじゃないですか。いやそうですね。いやかっこいい乗り物だよ本当に。もうちょっと俺たちで乗り込んでブレーキの調整とか、あと熱持った時のキャブの調整とかクラッチの調整とかもうちょっとやりたいとか、もう少しこっちでロードテストして今度は少し俺たちで一緒に走ってみて、一周鎌倉ね。いいですね。まあ海の方行ってもいいし。そうですね。一緒に走りたいな。でそれで大丈夫そうだったら納車っていう感じにして、ゆっくりでいいじゃないですか。形にできたり。そうですね。田舎道の環境と違うからさ、信号も多いし。いやそうですね。特に山さんの方だとさ、もっと車も多いから、ゆっくり馴染む方がいいと思う。みんななんかちょっと優しかった。譲ってくれるみたいな。上出来じゃないですかやっぱり。本当ですか。こかさなかったし。ここが一番緊張したけど。あそこにブラックマークはつけたけど。でもやっぱりさ、ショーに置いてあるのもいいけど、こうやって実際に走ると違うでしょ。いや違います。全く別物だよね。揺れてて本当生きてんだな。思い返せばほらレンの動画を撮りに来た時に電話して「山さん買っちゃいなよ買っちゃいなよ」って言ったバイクがあそこにあるんだけど、僕の1個前の方です。そうもうすぐ下がこれオレンさんが「山さんもうこれでいいですよ」確かにかっこよかった。でも出遅れたわけだ。
でも出遅れたから判断に、まあそうなんですよ、これがねそうやっぱ出てきたなんですよ。結果良かったなと。じゃあそんな感じで、また次もこのブルグルでお送りします。このまま行っちゃった。